ホルダーの選定ミスってませんか？わあ、早い。F 早い。怖いな。はい、というわけで本日の動画なんですけれども、万葉ツールさんご提供によります BT30 の性能を引き出す最強のツールホルダー選定ということでやっていきたいなと思います。はい、と言いますのもね、私このスピーディを使ってきて思うところがあるんですけれども、機械の合成トルク、もちろん大事ですよ。刃物の性能もちろん大事ですよ。ただそれ以上にと言っても過言ではないくらいホルダーの選定めっちゃ大事ですよというところで今回やっていきたいなと思います。万葉ツールさんのホルダーラインナップの中でも特に BT30 に効くラインナップの紹介を実演を交えながらやっていきたいなと思います。加工能率、安心感、2倍3倍の貢献度じゃ効かないですよというところで非常におすすめのホルダーをね紹介していきたいなと思います。皆さん能力の高いエンドミルの加工をするならどんなホルダーを選定しますか？ミーリングチャック？コレットチャック使ってるんじゃなくて合成の高いホルダーで、加工しなさいよというふうにですね、コメントをいただいたこともあるんですが、ミーリングチャックの合成がないとは言わないが、コレットチャック侮らないでね。そうなんです。 BT30 においてコレットチャックとミーリングチャック、BT40 と50とは違う特徴があるんですよ。ということで万葉ツールさんにミーリングチャックもお借りしました。はい、そして、コレットチャックもお借りしております。何が言いたいのかは実演をしながらやっていきたいと思いますが、 BT30 を運用する上で非常に重要なポイントをご提示できるのではないかなと思います。はい、その他の加工においてもですね、万葉ツールさんのラインナップで BT30 に効くホルダーのパフォーマンスをね、ぜひ確認していただければと思います。私 BT30 結構使い込んできましたので、ここら辺は皆さんの参考になるんじゃないのかなというところでやっていきたいなと思います。では早速やっていきましょう。ミーリングチャックと MRC ショートコレットホルダー、実加工で比較していきたいなと思います。比較的無難な切削条件となっております。日清さんのファルコンエンドミル、なんとなく金色が見栄えするなということで選択させていただきました。ちなみに私もこのミーリングチャックでこれだけ加工するのは初めてとなっております。一応ちょっともろもろのもういいかなもう一回だけもう一回だけという状況なんですよ。はい、ミーリングチャックこんな感じではね、 MRC ショートコレットホルダー行ってみよう。ここまでか。ビビったわ。操作がテンパってしまって操作がわからなくなってまった。プログラム入れ替えます。行くぜと、行くよぜと。随分ねぐっと短くなったというところなんですが、 MRC ショートコレットチャックもろもろ同じ。心してみてね。さあ行こう。行っていきましょう。はい、これはもうさっきのミーリングチャックで削ったところ、材料がないでございます。はい、かすった。はい、こういうこと。同じエンドミル、同じ機械、違うのはホルダーだけ。ホルダーだけなんですよ。コレットスルーをね使うというところも同じだし、はい、工具の突き出し長さもほぼ一緒。微妙には違うかもしれないがほぼ一緒。ちょっと1決め送り速度がちょっとゆっくりだったから時間かかってるけど、皆さんホルダー込み込み全長なんですよ。こういうことなんですよ。 BT30 は鉄削れない、サス削れないホルダーじゃないですか。ホルダーの選定ミスってませんか？ BT30 だって鉄、ステンレス、
削れますよというところで、ショートコレットホルダーの威力ご覧いただけましたでしょうか。このわずかなラインがミーリングチャックで削ったポイントとラインですね。こっち側が MRC ショートコレットホルダーで削ったポイントになっておりますと。はい。同じね、メーカーの同じ型番のエンドミルを掴んでいるわけなんですけれども、ミーリングチャックではもう限界が来てるんですよ。でも MRC ショートコレットホルダーならここから先の条件設定がある。ここでつまずいてしまうと BT30 の機械の評価っていうのは持っている能力の随分下のところで認知してしまうということなんですね。もったいないですよ。ショートコレットホルダーぜひ試してみてくださいね。なんせホルダー込み全長が合成に効くということになっております。ミーリングチャックのボディが合成がないとは言えませんよね。それ以上に長さが効いてくる。長さなんですよ。というわけでね、はい、楽しくなってきましたね。はい、まだまだやっていきますよ。BT30 の MRC に関して言えばですね、非常に小回りが利く。BT40 とか BT50 の MRC に比べてエンドミル周辺の干渉物が少ないというところで非常に小回りが利くというところをちょっと見ていきたいなと思います。はい、こんな感じでですね、ボディが非常に小さいことによってご覧のように小回りの利く加工が可能になっております。はい、近いね。でも10ミリぐらいはまだあるから。はい。高い合成を持ちながらも小回りの利く MRC ショートコレットホルダーの有志でございました。素晴らしい。ちなみにこちらの材料は SAS440C の焼き入れ前の鋼材、SAS 材となっております。S50C をちょっと硬くしたような、こんなに削りやすいみたいな感じの材料となっております。テストワークではなくグーテンベルクさんのお仕事となっております。荒撮りでちょっと動画に使わせてもらっていいかというふうに許可を取って使わせていただきました。ありがとうございます。なぜ違いが出たのかっていうところを少し解説させていただきますと、見ての通りでございます。突き出し量がこれだけ違うというところなんですね。そしてその突き出し量がこれだけ違うことの影響が出てしまう理由として、やはりテーパーが非常に小さいということで、引き込み力がそれほど強くない、踏ん張り力がそれほど高くないので、この踏ん張り力に対してこの長さっていうのが非常に大きな差になって出てくるということになっております。じゃあ BT40 どうやねんっていうところで、 BT40 こちらにございますと、 BT30 のテーパーと比較すると随分大きさが違うなと。テーパーそのものの踏ん張り力もだいぶ違うんですが、さらに違うのはプルスタッドの引き込み力も随分違うということで、機械の主軸に対して非常に強固に結合することができる大きいテーパーに対して BT30 はその結合力がそれほど高くないゆえに、ホルダーの突き出し量が非常に大きく効いてくると。 BT30 長さに弱いっていうことは薄物特化ですかみたいなね、突き出し出せないんでしょみたいなった人おるんじゃないでしょうか。侮らないでね。というわけで、突き出しの長い加工でもいけますよというところで、万葉ツールさんのアーバーを使用しました加工をやっていきたいなと思います。こちら映っておりますのはおおよそ100ミリ程度の有効調突き出しがございますと、ヘッドは万葉ツールさんではなく京セラ MFH ミニとなっております。いわゆる高送り工具となっております。突き出し100ミリですよ。はい、ご覧のように突き出し100ミリの高送りカッターの加工でも、声聞こえてるか、高送りカッターの加工でも問題なく加工することができます。はい、これも結局のところ
ホルダー込み込み全長なんですよ。仮に、高送りカッターのシャンクもの、ちょっとうるさいから止めさせてもらって、仮にね高送りカッターのシャンクものをミーリングチャックで掴んでたとしたらば、ミーリングチャックのユニットに加えて、今回 100mm の突き出しを用意してますが 100mm の突き出しを用意すると、150mm のホルダー込み込み突き出しになるわけなんですよ。ところがこちらは 35π の高送りだったかな、 35π の高送りをフランジフラットの部分から 100mm の突き出しになっておりますので 50mm 優位性があるんですよね、アーバーを使うと。ということでこちらの加工能率が実現できますよと。BT30 が厚みのある削り物いけないとは言わせないよというところになっております。はい、大粗加工が終わりましたというところで次の工具に行きたいと思います。おおよそ先ほどと同じ 100mm ほどの突き出しがございます。シャンク径が 16π、 そしてヘッド径が 17π の高送りカッター、フランジ部分から調光が生えておりますというところで、こちら万葉ツールさんにオーダーして作ってもらいましたオリジナルの調光焼きばめアーバーとなっております。はい、ケロのわがままでね作っていただきました。テーパー内の肉の部分にこの調光シャンクを焼きばめしていると、はい、そんなこともできるんやみたいな。先ほどの 35π で取れなかったところの肉を取っていくと、中粗加工ですね。はい、ではやっていきたいと思います。はい、こういうことなんですよ。ホルダー込み込み全長なんですよ。突き出しは有効長はそれなりに取っているけれども、ホルダー全体においての長さは抑えることによって BT30 でも肉厚のある材料を削り出すだけの有効長を稼ぐことができるということなんですね。本日の主役 MRC ショートコレットホルダーに、以前レビューしましたサンドビックの非常にロング刃なタハのエンドミルを搭載しておりますと。こちらで、さらに取りきれなかった肉のいわゆる中粗中仕上げと仕上げ加工をね連続してやっていきたいなと思います。はい、こういうところね、こういうところの肉を取って取りきれなかった肉を取っていくと、こういうところね、こういうところの肉を取っていくと、はい、そして仕上げ加工。はい、この炭のねピタッと当たるところもビビランスね。はい、ここビビランスねということなんですよ。高送りを使いましたと。超マニアックな不等分割不等リードのエンドミルを使いましたと。ハイスペックな刃物ばかりに注目を集めるのではなくて、その刃物を生かすためのホルダーの選定も重要ですよということで、紹介させていただきました。この次にもですね、もろもろ仕上げ加工があるんですが、そちらははしょらせていただきまして、ちょっとね紹介したい次のホルダーに移りたいと思います。こちらは、万葉ツールさんのアーバーに MA ツールさんのメタル層を取り付けた状態となっております。高送りカッターのヘッドをつけていたアーバーと同じ規格のものになりますが、アダプターを介することでメタル層をアーバーに取り付けることが可能になるということになっております。はい、皆さん、ホルダー込み込み全長なんですよ。そうなんですよ。こういったもの、メタル層を何かしかのシャンクにまず固定して、それをミーリングチャックとか何かしかのチャッキング工具にチャックすると、ホルダー込み込み全長がやはり長くなってしまうんですね。アーバーに直接取り付けてしまえば合成に効く長さが短くなるんでね。というところで
MA ツールさんのメタル層結構能力が高いということでご紹介いただきました、万葉ツールさんに。というわけで取り付けております。普段私2ミリとかなんですよ、切り込み量が。AE 切り込み量が2ミリとかなんですけど、今回5ミリでいってみようかなと、それぐらいはいけるメタル層らしいというところで、はい、やっていきたいなと思います。ちょっとドキドキしますけどね。最初はかするだけ。はい。いい音だね。かするだけとはいえ。やっぱ一発目からね、がっつり切り込むのは怖い。最初はかすって、ここから始めるんだなっていうところを、持たしたいっていう、その私の方針。はい。さあ、ここからね、5ミリ。いきますよと。わあ、早い。F 早い。怖いな。いいっすね。いい。5ミリですよ、切り込み。で、この送り。これはいいっすね。はい。いいじゃない。5ミリですよ、5ミリ。これはいいわ。ホルダー込み込み全長なんですよ。ちなみに私がシャンクのやつにメタル層をつけて、で、コレットチャックに掴んでやっていた時は、2ミリ刻みで切っていたんですよ。多分今のやつ3分とかそこら辺のレンジだと思うんですけど、ホルダー込み込み全長なんですよ。あと MA ツールさんのメタル層のスペックもやっぱりあれですよね。千鳥刃、そしてなんかこうドリルでいうバックテーパーみたいなのやつがかかっていて、切断面に刃がベタっと当たらないようになっているというところで抵抗が非常に少ない、メタル層となっております。これは条件詰めたらもうちょっといい感じになるんじゃないのかなっていう期待値がある工具ですね。これから使いこなしていきたいなと思います。はい。こんな感じで加工が終わりましたと。切り取りはここですね。で、こっちの切り取り面は仕上げていくと。次の工程で仕上がったものがこういう形になっておりますと。はい。こんな感じになっておりますと。はい。これ何に使うねんっていう話なんですけれども、これを使う理由としましては、ショートコレットホルダーの弱点っていうのがあるんですね。その弱点をフォローするグッズ、制作しております。非常に ATC への脱着が難しくなる。加工の際の合成は非常にいい。機械ストロークをホルダーの長さ分使ってしまって、加工ができないっていうシチュエーションにもショートホルダーっていうのは非常に優位性があると思うんですが、加工の点については非常にいい点が目立つ。なんせ ATC への脱着が非常に難しいというところでこちら見ていただきたいんですが、出ている量がね、非常に小さい。エンドミル分もありますが、エンドミルのところも軽く持ってね、こうやって取ればなんとか取れるかもしれないが、手を切る可能性がありますよね。じゃあ手袋をすればいいんじゃないのかなというところで、こうやってやればいいと。じゃあこれ、2パイのロングエンドミルだったら、1パイのエンドミルだったら、結構積んでしまうレベルで取りにくくなる。あるいは付けづらくなるところなんですが、先ほど削っていた部品は、こちらの何やらよくわからんアイテムが出てきたと。これは、ショートホルダー脱着のハンドル、まだ名称は決まっておりませんが、これを使用すると、ご覧いただきたいんですが、はい、セットしました。ロックします。はい、ご覧のように、刃物、ホルダーに人の手で触れることなく、外すことができると。もちろん取り付けも可能ですよというアイテムを制作いたしました。
こちらフラット面がありますので、テーブルの上に置いていてもコロリンチョしないような設計になっております。コロリンチョしないだけじゃなくて、こちらのマグネット式のスタンド、こちらオプションですが、テーブルの上でコロリンチョしないだけじゃなくて、できるだけ作業環境のところに置いときたいっていう方は、こちらのオプションも購入いただければなと思います。MRC ショートコレットホルダーに限らず、短い系のホルダーは大体使えるようになっております。こちらのようにテーパーにセットします。BT30 にありますキーですね。このキー溝をここにセットすると。これでね、軽く固定されている状態なんですが、当然抜けてしまうというところになっているんですが、ここのハンドルを V 溝に当てかうことでロックできるようになると。そしてそのハンドルを握り込むと。これで BT30 のテーパーが落ちない状態になりますと。この状態で脱着することが可能です。こちらの黒い部分は黒染めされたスチールとなっておりまして、このオレンジ色の部分、こちらは 3D プリント品のプリントはグーテンベルクの G0 で行いました。そしてここら辺にね、緩み止めナットを使っているんですが、富士精密さんの U ナットを使用しておりますよというところで、過去に縁のあった企業さんのね、部品を使っているというところら辺が個人的には萌えポイントとなっております。ここになんとか重工万葉ツールコラボ製品だよということでね、ロゴを刻印させていただきました。もうちょっと詳しく丁寧に使い方を解説した動画も上げる予定となっております。こちらになっております。こちらの動画を参考に使用いただければと思います。というのも、パッと渡されてスッと使えるような直感的な道具に仕上がってないんですね。ここは私の設計力、デザイン力のところによるかなと思うんですが、BT30 のここのユニットの脱着口の周辺がですね、非常にタイトな設計となっておりまして、手は入るんだが何がしかのジグを入れるスペースっていうのが非常に少ないということで、用途を成り立たせつつ非常にコンパクトにするというところが難しかったという点に由来した、必ずしも直感的にスッと使えるわけではない。ただしちゃんと使えるようになれば、フリーハンド、手袋のみで行うよりも確実な脱着が可能となっておりますので、ハンドルもぜひよろしくお願いいたします。MRC ショートコレットホルダーを使いこなすにあたってもう一つ注意点を伝えておきたいなと思います。と言いますのも、締め付けトルク。締め付けトルクに関してちょっと注意点をお伝えしておきたいなと思います。MRC ショートコレットホルダーのショートさを実現することが可能になっておりますコレットナット、こちら非常に小さく薄くなっておりまして、こちらのおかげで L 長の短いホルダーが製作できることになっておるわけなんですが、コレットナット、コレットレンチ、レゴフィックス製のものになっておりますと。でそれを使って万葉ツールさんがホルダーを作っているという感じになっております。レンチ、非常に出来がいい、ある意味で出来が良く、ある意味で出来が良くない、このナットとレンチの噛み合わせに関しては非常に出来がいい、確実なホールドがされているレンチとナットの組み合わせとなっておりまして、ご覧のようにこうやって噛み合わせてね、こうやってやってもレンチが落ちないぐらいしっかりと噛み合うことができる特殊な形状となっております。ここの点に関しては非常に出来がいい。把握するツールシャンク系によっては60ニュートン、70ニュートン、80ニュートンとかっていう結構なトルクで締め付ける必要があるというところなんですが、これで80ニュートンとか70ニュートンとか60ニュートンでもそうなんですが、締め付けようとすると結構手が痛いんですよね。レゴフィックスのトルクブロックという製品なんですが、こちらのメモリで実際に締め付けている今まさにリアルタイムでトルクを見ることができるという装置になっております。こちらのメモリからトルクを測ることができます。メモリ動いてますね。固定が今ちょっと適当なのはちょっと適当な材料がなかったので、今暫定でねやらさせていただいております。締め付けていきます。目標60ニュートンです。いきます。60ニュートンってまあまあですからね。痛い。手が痛いのよ。手が痛い。私の軟弱な手では正直ちょっと痛いんですよね。
でちょっとやっぱ短くて力も入りきらないというのが正直ある。申し訳ない。ケチつけて申し訳ないけれども、正直そういうところがあるということで、レンチにパイプ刺すなんてみたいなね、どうしてもねそうせざるを得ない。そして若干延長させてください。でこのパイプの面積のおかげでちょっと手が痛くなりにくくなるっていうのと、ちょっと力を入れやすくなると、一定トルクに届かすためにパイプを刺しているわけであって、むやみやたらにパイプを刺してですね、バカみたいなトルクで締め付けするとホルダー壊れます。ナット壊れます。あくまでも規定トルクに届くためにパイプを刺しております。では60ニュートン改めてグッとね、楽。はい、これではい60ニュートン締め付けれると。じゃあ70ニュートンもせっかくだから締めてみようかみたいな。ER コレットなんでね、70ニュートンで締め付けするシャンク径っていうのも存在しますので、はい、ER25、はい、しゃれ、はい、こういう感じですね。こういう感じです。はい。何が言いたいのかっていうと、このレンチで手が痛くなるほどまで締め付けても、おそらく締め付けたいトルクまで届かないので、あえてこのシーンをね撮らさせていただきました。もうなんか緩んじゃったみたいなことになりかねないので、60ニュートンに到達させるためにはこれぐらいの力感で締め付ける必要があるということをお伝えしておきたいなと思いました。めちゃくちゃ締め込んでる人とか弱い人とかいろいろばらつきが出ちゃうんですよね。でもこういうので、例えばここら辺に表をね書いてね、例えば万葉ツールの MRC コレットで12パイ掴むときは何ニュートンだよみたいな、他社製の何かで何かを締めるときは何ニュートンだよって書いとくといいなって思いましたね。はい、効果の高い提案ができたんじゃないのかなと思います。私別にミーリングチャックをディスってるわけじゃないですよ。例えばの話 BT40 であればミーリングチャックのこのユニットの長さあったところでですね、テーパーの踏ん張りが強いと。で BT50 って大体これぐらいのサイズ感ですよね。これは BT50 じゃないけど、これぐらいのサイズ感じゃないですか BT50 って大体。ってなってくるとやっぱりさらにテーパーの踏ん張りが強いと。でプルスタットの引き込みも強いということで、主軸との一体感が非常に高くなってくるわけですね BT50、40と。でそこら辺の大型規格と比較するとやはり BT30 はテーパーの規格がボトルネックになりやすい。このテーパーの踏ん張りの弱さと言ってしまいますけれどもに対してここのユニットの長さっていうのは非常に看過できないネガポイントにならざるを得ないというところで、ある意味脳筋的な対応としてじゃあ短くしたらいいんじゃねっていうアプローチでございました。はい、ER コレット25の規格となっておりますので、16パイぐらいまでつかめるんだったかな確か。このゲージラインから30ミリの長さで16パイをつかめるホルダーはない。先ほどね使用したこちらのアーバーなんですけれども、有効長が100ミリほどあるというところなんですが、こんな気違いじみた有効長いらんわという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そういう場合はですね、MRC ショートコレットホルダーで、市販品のシャンクを利用することでほどほどの有効長を使いながらコレットチャックですので緩めて突き出し長さを調整したりとかっていった一般的な、使い方もできるかなと思います。はい、なので、台形のエンドミルの能力も生かしてくることができる可能性を秘めた MRC ショートコレットホルダーの紹介でございました。そしてですね皆様、せっかくでございますので万葉ツールさんのラインナップもちょっと紹介していきたいなと思います。はい、私が使っているこちらのメタルソーアーバーみたいなものがあるじゃないですか。でこれをミーリングチャックに取り付けることももちろんできるわけですよ。今だいたい同じ高さ、ちょっとこっちの方が高いかなぐらいになってると思うんですが、有効長って実質こんなもんじゃないですか。でもこっちの有効長これだけあるんですよね。加工幅が圧倒的に上にもかかわらず合成はこの状況でトントンぐらいと言えるんじゃないでしょうかね。この長さだけで言えばね。はい、そしてヘッドの厚みが非常に薄い。はい、非常に薄いんですよ。これは置いといて、例えば何かを切断するときに底面の干渉物っていうのを気にするレベルが少し下がるということですね。非常に気の利いた寸法設計となっておりますので、
メタル層でねお悩みの方はですね、こちらの MA ツールさんのメタル層、そして、万葉ツールさんのアーバーとこのアダプターを用意すれば非常に合成の高い保持、そして能力の高い加工が可能になるかなと思います。短くするっていう風な話をしていたんですが、例えばこういうねフェイスミルみたいなもの、長さ足りないんですけどみたいな時ないですか。こちらの BT アーバー丸ごと買い替えるんか、あるいは買い足すんかっていうと結構負担重たいじゃないですか。こういう、延長アーバー売っておりますので延長アーバーをご使用いただきましたらですね、入らんけど、こういう延長アーバーをその寸法に合った延長アーバーを買うことによって、こんな感じで延長することが可能になりますよと。たまたまね持ってなかったこちら、これもねアダプターなんですね。 BT40 のアーバーをアダプターすることによって二面高速 BT のテーパーに対応するアダプターとなっております。 BT 資産が多すぎて、二面高速 BT に移行できないみたいなあるじゃないですか。過去の BT 資産を生かしながら二面高速に切り替えることができるみたいなアダプターとなっております。当然ねいわゆるホルダー込み込み全長は伸びてしまうんですが、伸びたところで問題のないツールであったりとか、どうしても引き継ぎたい BT シャンクを二面高速 BT で使用することができるアダプターとなっております。これ多分汎用フライスの規格ですね。 T50M って規格があるんですかね。ちょっと汎用フライスのことは詳しくないですけど、どういうあれだろうか。そういうこと。この汎用フライスのアーバーに BT30 を載せることができる。なるほど。どういうことやろう。こういきます。うわ、クイックチェンジ。そういうこと。こういうことができるのね。いいじゃない。汎用フライスのテーパーっておそらく私の想像では、いわゆる最新の規格の工具とか使いづらいかもしれないですよね。詳しくないんですけど、こちらのアダプターを介すれば BT30 テーパーで最新の規格を使用することができると。汎用フライスとか NC フライスとかそこら辺でですね。なかなかマヤツルさん小回りが利くな小回りが利くメーカーさんですね。そして皆さん知ってましたか？ BT60 なんてものがあるっていうことを、こちらなんですね。これ BT60 なんですよ。BT50 って一応片手で持てますやんか。 BT60 クラスになるともう片手では持てません。これもいやマジで何キロあんねんこれ。よいしょ。この中に BT53 区を入れれるアダプターのようですね。そんなにね、いろんな規格を使えるほどラインナップないと思うんですけれども、BT50 一般的な規格でございますので、割と最新の工具を BT60 の機械でも使えるというようなアダプターですね。マヨツーさん BT60 も作っております。非常に小さいものから大きいものまで小回りの利くメーカーさんとなっております。そうでオーダーにも対応してくれてますので、先ほどの超高シャンクのようなものも可能ですよと。BT60 のプルスタットはもうほぼBT30 と同等、プルスタットだけでも BT30 と同等なんですよ。これだけね違いがあるってことなんですね。というわけでいかがだったでしょうか。私に、スピーディオってアルミ専用機だよねとかアドバイスしなくていいんですよ。鉄もステンレスも削れますよと、たまにね言われるんですよね。たまにじゃないかもしれない、それなりの頻度でBT30 のブラザーの機械、アルミ専用機でしょみたいなね言われるんですよ。そんなアドバイスいりませんよと。鉄でもステンレスでも削れますよと。そうホルダーの選定をミスってなければ。というわけでね、今回は万葉ツールさんのご提供によりましてですね、 BT30 でもそれなりの負荷をかけて加工ができるホルダーアーバーの紹介とさせていただきました。いかがだったでしょうか。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらですね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。